2024年10月発売の、ソニックシャドウジェネレーションズ。今作はソニックジェネレーションズというゲームと、シャドウジェネレーションズというゲームが、合わさった作品になっています。このうちシャドウジェネレーションズの方は完全新作ですが、実はソニックジェネレーションズの方は、過去に発売されたゲームのリマスター。オリジナル版のソニックジェネレーションズは、2011年に、ソニック20周年記念作として発売されたゲームでした。記念作の名に恥じず、このソニックジェネレーションズは、歴代ソニック作品の人気ステージがフルリメイクで収録された、非常に豪華な作品です。また商業的にも成功し、全世界で400万本以上を売り上げる大ヒットを記録しました。ですが今作は、実は、元々の開発計画にはなかったゲームなんです。それどころか、当初はソニック20周年の年に、新作ゲームを出す予定すらありませんでした。そんな状態からなぜ、ソニックジェネレーションズが作られることになったのか。今回は、ソニックシャドウジェネレーションズの元となった作品、ソニックジェネレーションズについて徹底解説していこうと思います。ゲームの概要から開発費は、またいろんな裏話なんかも紹介してるから、ぜひ最後まで楽しんでいってほしいぜ。なおこの動画には、一部ゲームのネタバレも含まれていますので、ネタバレ踏みたくない方はご注意ください。それでは、早速スタートです。ソニックジェネレーションズの始まりは、2008年まで遡ります。この年、セガは 3D ソニックの新作ゲーム、ソニックワールドアドベンチャーを発売しました。今作は、3D ソニックの転機となったゲームです。今作から、ソニックの新アクション、ブーストが実装されたんですね。このブーストを使うと、ソニックがとんでもないスピードでステージを駆け回るようになります。それ以前のゲームと比べると、その差は一目瞭然ですね。またこのブーストをもってすれば、なんと、水の上を走ることもできちゃいます。すごい、ソニックが本気出してきた。ソニックといえばスピード感が売りでしたが、このブーストの登場により、スピード感のフェーズが変わりました。そしてこのブーストを可能にしたのは、ヘッジホップエンジンというゲームエンジン。ゲームエンジンというのは、簡単に言えば、ゲーム開発に必要な要素が詰まったソフトウェアのことです。例えばゲームを作る際、出てくるキャラや演出などを、すべてプログラムするのは大変ですよね。そこで、あらかじめゲームに必要な素材、機能などをまとめたゲームエンジンを作っておき、そのゲームエンジンを使ってゲーム開発することで、効率的にゲームを作れるようになるというわけです。セガは2005年頃から、主にソニックを作るためのゲームエンジン、ヘッジホップエンジンの開発を進めていました。そしてこのソニックワールドアドベンチャーというゲームで、ついにヘッジホップエンジンが使われることになります。このヘッジホップエンジンは、例えば光と影の描写がめちゃくちゃ綺麗だったり、ソニックの超高速アクションにも追いつける処理能力が売りでした。そのため、このヘッジホップエンジンで作られたソニックワールドアドベンチャーでは、非常に綺麗でスピード感あふれる映像を楽しむことができます。今作はマジで爽快感半端ないよな。このとてつもない爽快感のおかげで、今作は今でも、ファンの間で大人気のゲームになってますね。そんなこんなで、見事ソニックワールドアドベンチャーを成功に導いたヘッジホップエンジンですが、同時に色々な改善点も見えてきました。例えば、処理能力をもっと上げたい。もっと使いやすくしたい、などなど。そこで翌年の2009年から、ヘッジホップエンジンの改良がスタートしました。そしてこのタイミングで、ある開発スタッフが、こんなことを提案するのです。2年後の2011年は、ソニック20周年のアニバーサリーイヤー。せっかく20周年を迎えるんだし、この改良したヘッジホップエンジンを使って、20周年記念タイトルを作らないか。実は当時、ソニック20周年となる2011年に、ソニックの新作ゲームが何も予定されていなかったのです。この頃のソニックは、だいたい2年に一度のペースで新作ゲームを発売していました。2006年にソニックザ・ヘッジホップ、2008年にソニックワールドアドベンチャーが発売され、次は2010年に、ソニックカラーズというゲームを出す予定になっています。しかし続く2011年は、まだ何の計画も立っていません。ロンドンオリンピックに合わせてマリオ&ソニックの新作は出る予定になっていましたが、やはりソニック20周年の記念となる年に、ソニック単独の新作ゲームが出ないのは寂しいのではないか。そんな時、ヘッジホップエンジンの改良が始まります。そこでこの開発スタッフは、これはいいタイミングだと思い、新しくなったヘッジホップエンジンを使って、20周年記念作を作ろう、と社内に呼びかけたのです。この呼びかけによって、ソニック20周年記念作品、ソニックジェネレーションズの開発がスタートすることになったんですね。まさか20周年の記念の年に、ゲームの計画が何もなかったなんて。ソニックが泣いちゃうよ。ちなみにこのような経緯で開発が決まったため、実はこのソニックジェネレーションズは、ソニックカラーズとほぼ同時期にプロジェクトが立ち上がっています。さらにこの頃、ソニックフリーライダーズとソニック4というゲームの開発も進めていたため、全部で4つのプロジェクトが同時進行していたことになりますね。めっちゃ忙しい。またソニックジェネレーションズは20周年記念作なので、絶対に2011年内に発売する必要がありました。そのため今作の開発は、とにかく時間との戦いになっていきます。これ間に合うのか。プロジェクトが立ち上がると、開発スタッフたちはすぐに作業に取り掛かりました。
まずゲーム機については、ヘッジホップエンジンを使うため、ソニックワールドアドベンチャーと同じく PS3 と Xbox 360ということになります。そしてゲームのコンセプトは、ソニックシリーズを遊んでくれた皆さんの頭に残っている思い出を HD グラフィックとして蘇らせよう、というものに決まりました。みんなでソニック20周年をお祝いできるよう、20年分のソニックの歴史を詰め込んだ、お祭りのようなゲームを作ることになったんですね。お、20周年っぽい。このコンセプトにのっとって、歴代ソニック作品から色々な要素をかき集めて、ゲームを作ることになります。スタッフたちは各々アイデアを持ち寄って、ゲームの方向性を決めていきました。まずは、キャラクターについてです。今作はソニックが主役となるため、操作キャラがソニックのみになることは、最初から決まっていました。ですがそれだと、20周年のお祭りにしては少々寂しい。そこでなんと、歴代のソニックを全員登場させるという案が出てきました。全員ってどういうことだ？言葉の通り、ソニック1のソニックや、ソニックアドベンチャーのソニック、ソニックワールドアドベンチャーのソニックなど、歴代作品のソニックをみんな登場させようとしたそうです。なんたって今回は、20周年のお祭りですからね。いやまあそれはそうだけど。ですが、ここで一つ大きな問題が発生しました。問題って？各ソニックの違いが微妙すぎて、並べてもよくわからない感じになってしまったのです。でしょうね。その後、なるべく被りがないように整理していった結果、最終的にはシリーズ初期を代表するクラシックソニックと、3D 以降を代表するモダンソニックという2体のソニックが、操作キャラとして登場することに決まりました。この2体ならまだ違いがわかりやすいな。続いてはステージです。今作のステージは、スタッフたちが最もこだわって作ったと言っても過言ではありません。今作は、20年分のソニックの歴史を詰め込んだお祭りのようなゲームですから、当然ゲームに出てくるステージも、歴代ソニック作品から引っ張ってくることになります。しかも、選出した歴代の人気ステージを、HD グラフィックでフルリメイクすることにしたのです。おお、それはファン歓喜。ですがここで問題になったのは、どのステージを採用するべきか。今作の開発は時間との戦いなので、あまり多くのステージは作れません。そのため、ファンが喜ぶステージを的確に選び抜いて、ゲームに収録する必要がありました。自分たちだけで選ぶと、ファンの希望とずれるかもしれない。そう考えたスタッフたちは、自分たちで考えたステージに加え、セガオブアメリカ、セガオブヨーロッパにアンケートを取ります。加えて北米を中心にこっそりとインターネット投票を実施し、一般のファンからも意見を募りました。こうした地道なリサーチを続けた結果、ある程度収録するステージが定まっていきます。ちなみに余談ですが、この時スタッフが考えたステージと、ファン投票で上位に入ったステージは、ほとんど同じだったそうです。ソニックのステージはめちゃくちゃたくさんあるけど、やっぱ人気のステージはある程度固まってくるんだな。ですがそれでもやはり、収録ステージを完全に絞り切ることはできませんでした。時間との兼ね合いで、基本的に採用するステージは、一つのタイトルにつき一つということになりましたが、タイトルによっては全然一つに決まりません。例えばソニックアドベンチャーというゲームでは、エメラルドコーストとスピードハイウェイのどちらを収録するかで、揉めに揉めたそうです。うわ、これは究極の選択。スピード感ならスピードハイウェイだけど、やっぱりエメラルドコーストのシャチにも会いたいし。このような究極の選択が他にもあり、なかなかステージを決めきれない開発チーム。ですがそんな時、開発チームの元に、あるニュースが飛び込んできます。なんと任天堂が、新しい携帯ゲーム機、3DS を発売するというのです。3DS このタイミングか。セガと任天堂は最初はライバル関係にありましたが、2000年代からは、急速に仲を深めていきます。ソニックも任天堂のゲーム機から出るようになりましたし、最終的には、マリオ&ソニックというコラボゲームまで発売されました。ソニックの歴史を振り返る上で、任天堂の存在は欠かせない。そう考えた開発チームは、この新しく出る 3DS からも、ソニックジェネレーションズを発売することを決意します。そしてもともと想定していた、PS3 と Xbox 向けのものに白の時空、3DS 版に青の冒険というサブタイトルを付け、この2つのバージョンそれぞれに、別のステージを収録することにしたのです。結果選べるステージが増えたため、スタッフたちはなんとか収録ステージを決め切ることができました。例えばさっきのソニックアドベンチャーの例で言うと、最終的にはスピードハイウェイを白の時空に、エメラルドコーストを青の冒険に収録するということで落ち着いています。ステージ決めきれないから、もう一つゲーム作っちゃおうってことか。なんという力技。てかもともとスケジュールギリギリだったのに、新しいバージョンなんて増やして大丈夫なのか。マジでやばかったそうです。だろうな。ですが、せっかくならいろんなステージを復活させてファンに喜んでもらおう、ということで、あえて茨の道を選んだんですね。とは言っても、やはり泣く泣く没にしたステージも多いそうです。例えばソニック2の最初のステージ、エメラルドヒルも人気だったそうですが、ここはソニック1のグリーンヒルと雰囲気が被るということで、残念ながら没になってしまいました。このように没になるステージもあったものの、最終的には白の時空に9個、青の冒険に7個のステージが収録されることになります。選ばれたのはどれも、ソニックシリーズを代表する神ステージ。シリーズ1作目の初代ソニックザ・ヘッジホッグから、最新作のソニックカラーズまで、世代を超えて様々なステージが選ばれました。おう、これはファンも納得のラインナップだぜ。ですが、大変なのはここからです。
これらすべてのステージを、現代技術でフルリメイクする必要があるのですが、ここでもスタッフたちは、茨の道を選ぶことになります。ソニックジェネレーションズを作る上でスタッフがこだわったのは、ファンのみんなで20周年をお祝いすることでした。20年もシリーズを続けていると、その全てを網羅してる人はほとんどいません。例えば初期の頃にソニックを遊んでたけど、最近のソニックは知らないという人もいれば、その逆の人もいます。そういった人みんなにアプローチするために、開発スタッフたちはなんと、今回選ばれた全てのステージに、2D と 3D の2つのバージョンを用意することにしたのです。そうすることで、昔の 2D に慣れ親しんだ人も、今の 3D に慣れてる人も、全ての世代の人が楽しめるゲームにしようとしたんですね。それは激アツ。でもめちゃくちゃ大変そう。まさに茨の道ですよね。ちなみにこの、全ての世代の人が楽しめるゲームにしようという思いは、今作のタイトルにも表現されています。今作のタイトルに含まれるジェネレーションは、日本語にすると、世代という意味になります。そしてこの世代には、全世代のソニックを、全世代の人に楽しんでもらうという2つの意味が込められているんですね。それくらい今作のスタッフたちは、ファンのみんなで20周年をお祝いしたいという思いが強かったのです。なんかファンはもちろんだけど、何より開発スタッフたちが、本当にソニック大好きなんだな。ということで、全ステージを 2D と 3D でフルリメイクすることになったのですが、これがまあ大変。特に、2D の方が問題でした。スタッフたちがまず作り始めたのは、ソニックの始まりとなったステージ、初代ソニック・ザ・ヘッジホップのグリーンヒルです。ここはもともと 2D のステージでしたから、それを 2D で作り直すのは、そんなに難しくない。と、思われたのですが、まずここに思わぬ落とし穴がありました。オリジナル版を参考にステージを作り直してみたところ、なんと、思ったよりソニックが遅かったのです。ソニックは1991年、目にも止まらぬハイスピードアクションを売りにしてデビュー。当時は、そのスピード感の虜になった人も大勢いました。ですが、それから20年も経つと、ゲームの性能は飛躍的に進化しています。そのため当時の 2D ソニックを遊ぶと、特別スピード感を感じられなかったんですね。これは、当時のスピードをそのまま再現するわけにはいかない。ソニックシリーズを遊んでくれた、皆さんの頭に残っている思い出を、HD グラフィックで蘇らせる。そのために必要なのは、昔のゲームをそのまま再現することではなく、みんなの記憶にあるソニックを再現することです。あの時感じたスピード感、爽快感、感動した気持ち。今作を遊んでくれた人が、そういった記憶を思い出せるようなゲームでなければ、意味がないのです。そこでスタッフたちは、当時感じたスピード感を再現するために、2D ソニックのスピードを少しだけ速くすることにします。ですがあまりに速くしすぎると、それはもはや 2D ソニックではなくなってしまう。本当に針の糸を通すような、絶妙な調整がなされていきました。ソニック頑張って。またこの他に、もともと 3D のステージを 2D にするのも大変でした。2D のステージを 3D にする分には、進化が感じられるのでまだアレンジがしやすかったのですが、逆に 3D を 2D にするのが超難しかったんですね。確かに 3D から 2D だと、うまくやらないとただの対価だもんな。とはいえスピード感に関しては、どう頑張っても 3D の方に軍配が上がってしまいます。そこでスタッフたちは、3D ステージを 2D にする際は、仕掛けにこだわることにします。例えばソニックアドベンチャー2というゲームから選出された、シティエスケープというステージ。このステージは原作だと、ステージ後半で巨大トラックに追いかけられるパートがあります。ここをリメイクする際スタッフたちは、このトラックに、原作にはない色々な動きをさせることにしたのです。例えば、最初は原作通りに後ろから追いかけてきますが、しばらく進むと急に脇道に入って奥から襲ってきたり、今度は逆に、画面手前でソニックと並走したり、執拗に足場を壊して邪魔してきたりなど、とにかくいろんなことをさせたんですね。3D のようにスピード感で勝負せず、アクションゲームっぽい仕掛けを前面に押し出すことで、2D でもしっかり楽しめるステージに仕上がりました。原作だと必死に逃げてただけだけど、この 2D バージョンだと、一緒に遊んでるみたいで可愛いな。このように、2D ステージはかなり色々なことを意識して、丁寧に作り上げられました。ですがもちろん、3D バージョンの方も負けていません。もともと 3D だったステージをリメイクする際は、原作の要素をさらにパワーアップさせて実装しました。例えば今紹介したシティエスケープの 3D ステージだと、トラックがこうなります。これもうトラックじゃないだろ。うおーい。このようにして、各ステージが 2D と 3D に、丁寧にリメイクされていきました。ちなみに各ステージの BGM についても、原作のものを 2D 用と 3D 用の2パターンにアレンジするという徹底ぶりです。一部の曲はこちらの動画でまとめていますが、どれもめちゃくちゃいいアレンジが施されています。原作の曲もいいけど、アレンジ版も容赦ない神曲だぜ。気になる人はぜひこの動画を見てみてくれよな。またステージだけじゃなく、作中のボスも過去作のリメイクです。白の時空では、ソニック2のデスエッグロボ、ソニックアドベンチャーのパーフェクトカオス、ソニックワールドアドベンチャーのエッグドラグーンが選出されました。特にパーフェクトカオスに関しては、水の表現が原作から格段に進化したため、開発スタッフたちも大満足だったそうです。めっちゃ喜んでる。また一方で、3DS の青の冒険の方は、全ステージが 2D になりました。
ですがそれでも、モダンソニックとクラシックソニックでは、ステージの作りが全然違います。クラシックソニックの方は、昔ながらの仕掛けが満載のアクションゲームですが、モダンソニックの方は、とにかくハイスピードな高速 2D アクションです。また、出てくるステージやボスも城の時空とは全然違うので、もはや完全に別のゲームのようになりました。ちなみにこの青の冒険の方は、ソニック初心者の人や子供でも遊びやすくするために、全体的にシンプルな作りになっているそうです。一方でこういったステージ以外にも、今作にはファンが喜ぶ仕掛けがたくさん施されていきます。例えば、スキルシステム。これは2007年発売の、ソニックと秘密のリングで出てきたものです。さらにスキルの内容を見てみると、過去作に登場したアイテムが実装されているなど、ソニックファンなら思わずニヤリとしてしまうような仕掛けが目白押し。他にも、しばらく放置した時のモーションが過去作のオマージュになってたり、ステージ中に昔のキャラの写真があるなど、これでもかというほど小ネタが盛り込まれました。また、ファン必見のコレクション要素もしっかり実装されます。例えば、歴代ソニック開発当時のスケッチや、本邦初公開の激レア資料など、20周年記念作にふさわしく、ファンが喜ぶコレクションが惜しみなく収録されました。こうして、ついに2011年、ソニック20周年記念作となる、ソニックジェネレーションズが発売されるのです。発売したのは欧米で11月、日本で12月と、なんとか20周年に間に合いました。今作は、みんなでソニックの誕生日パーティーを開くところから、物語が始まります。ソニックお祝いしてもらってよかったね。仲間たちと会を楽しむソニックでしたが、突然空に大きな穴が開き、中からタイムイーターという怪物が出現。このタイムイーターによってソニックは、謎の白い空間に飛ばされてしまいました。ソニックが目を覚ますと、周りにはなぜか、かつてソニックが旅した様々な場所が存在しています。どうやらタイムイーターが暴れ回ったせいで、世界の時空がめちゃくちゃになってしまったようです。しかし時空が壊れたことで、本来ならありえない奇跡が起こります。なんとこの白い世界でソニックは、過去の自分と出会うことになるのです。今のソニックと、過去のソニック。奇跡の共演を果たした二人のソニックは、壊れた世界を元に戻すべく、共に走り出すのでした。このような展開で、今作は歴代ソニック作品から厳選された神ステージを、クラシックソニックとモダンソニックの二人で遊んでいくことになります。スタッフたちがこだわり抜いて作ったステージは、どれも素晴らしい完成度。ソニックファンはもちろんのこと、ソニックに初めて触れた人たちも、その面白さの虜になりました。歴代の神ステージが集結してるわけだもんな。そりゃ面白くないわけないぜ。結果的にこのソニックジェネレーションズは、全世界で400万本を超える大ヒットを記録。ソニックシリーズを代表する大人気作になりました。ソニック20周年を、ファンのみんなと祝いたい。その一心で生まれた今作は、20周年どころか、30周年を超えてもファンに愛される、シリーズ屈指の名作となったのです。以上、ソニック20周年記念作、ソニックジェネレーションズの解説でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。